はい、こんにちは。YouTube に限らず動画コンテンツで重要なのは画質よりもむしろ音質です。動画の画質が少々悪くてもあまり気にならないんですが、音声にノイズがかかっていたりするとすごく気になります。声が聞き取りづらいと視聴者はストレスを感じて動画を離脱する原因になるとも言われています。なので撮影時には声を確実に拾えることはもちろん、周囲のノイズを軽減することが重要になってきます。私の場合、普段のレビュー動画撮影などではこの外付けのワイヤレスマイクを使っていますし、シクロクロスの試走動画を撮るときもこういうワイヤレスのマイクを胸につけることで風切り音とかバイクの振動とかがマイクに入らないように気をつけています。さて、普段私がライド動画を撮影するのに使っているのがこのインスタ360というブランドのカメラです。インスタ360っていうのは中国のシリコンバレーって言われる深センに本拠地を置く現在世界シェアナンバーワンのアクションカメラブランドです。こういうアクションカメラはもちろん特に強いのが360度カメラです。360度カメラの画質とか使い勝手に関しては他のブランドより頭一つ抜けてると言っていいです。さて、今回レビューするのはそんなインスタ360が新発売する高音質マイクインスタ360マイクプロです。これまでもインスタ360にはワイヤレスマイクがあったんですが、このインスタ360マイクプロはそれらとは一線を画す高音質と高機能、そして遊び心もある製品となっているそうです。今回発売前に一足早く提供いただいたんで、しっかり使ってレビューしていきたいと思います。はい、では早速このインスタ360マイクプロ開封していきましょう。蓋を開けるとこんな感じにマイクの送信機が2つ入ってます。送信機のサイズは直径 40mm 弱ぐらいですかね。コインみたいな形をしてます。で、この表面は黄色いニコちゃんマークとインスタ360のロゴがあるんですが、この部分は電子ペーパー、e インクディスプレイになってて好きな画像に変えることができるみたいです。で、そのためにこの表面にはインスタ360のロゴがないんですよね。で、内蓋を外します。で、ここの中にはセーフティガイドラインで薄いリーフレットでクイックスタートガイドがついてます。ここを開くとセットアップの方法とかが一目で分かるようになってます。で、箱の中大きいのがあるんですが、これが本体の充電器兼保管用ケースですね。ここを開けると中には受信機が入ってます。で、持ち運び時はこのケースの中に受信機と送信機も入れられるようになってます。で、この状態で横を見るとライトがついてます。実はこの中にバッテリーが入っていて、中のマイクと受信機を充電できるようになってるんですよね。で、このケース自体の USB ポートに電源をつなぐことでケースの内蔵電池も充電できます。で、ケースに入れた状態だとこの中のマイクのこのフェイスプレートの模様がうっすら浮かび上がってちょっと面白いですね。さて、最後の箱を見ましょう。これはアクセサリー付属品ですね。付属品はいろいろ入ってます。これは保管用の持ち運び用のケースですね。ちょっとポーチみたいになってます。細かく仕切りがついててすごい使いやすそうですね。この生地自体の質感もいいです。こんな感じに中にすっぽり収まって、その上で他の付属品入れるスペースもあります。で、これは風が強い場所で撮影するときに役立つ、ウィンドマフ、モフモフですね。マイクは2つついてるんで、もちろんこのモフモフも2つ付属します。そしてこの袋はマイクケーブルですね。そして充電用のタイプ C ケーブルで、これは受信機とスマートフォンを直接接続するときに使うタイプ C のインターフェースですね。で、最後にマグネットがついてます。マグネットは爪ぐらいの大きさの
小さい板状のものなんですが、これの使い方はこのマイクをシャツとかに固定するときに使います。マイクの後ろにはクリップがついてるんですが、このクリップを外してやると鉄板が入ってます。でこの鉄板とマグネットがパチンとくっつくんですよね。例えばこれが T シャツとして、その裏側にマグネットを仕込んでやって、で表からこのインスタ360マイクプロを近づけてやることで、服の生地越しにマグネットで挟み込むように固定してマイクを取り付けることができます。はい、付属品についてはだいたいこんな感じですね。まだ開封しただけですけど、今回のインスタ360マイクプロ全体としてすごく作りが良くって、しかも触ってて気持ちがいいですね。例えばこのケースの開閉するところもすごい節度感があって、スムーズに開きますし、この中も付属品が綺麗に収まるようになってるんですよね。で受信機とかこのマイクは磁石の力でこのあるべき位置にスッと収まります。しかもこのマイクのクリップはつけた状態でも外した状態でも収まりますし、外したクリップを収めるスペースも確保されてます。でシャツの裏につけるマグネットをつける場所もあって、もうこの箱一つだけで付属品含めて一通り持ち運べるようになってますね。で付属のキャリングポーチに入れてやるとここに隙間ができるんですが、そこにはこういうウィンドマフとかで充電ケーブル、マイクケーブルなんかを収めることができます。でまだこれでも余裕があるんで、他に撮影に必要な SD カードとかケーブル類を入れることもできそうです。ちなみにね、ウィンドマフはこんな感じの爪でパチッとくっつくようになってるんですが、この状態だと充電はできるんですけど、残念ながらケースは閉まりませんでした。ケチをつけるとしたらここぐらいですね。ではこのインスタ360マイクプロについて詳しく見ていこうと思います。まず製品の構成なんですが、この充電ケースを開けると送信機、ワイヤレスマイクが2つと、で受信機、ワイヤレスマイクからの音声をスマートフォンとかカメラに送る受信機が1つで、マイクの送信機についてはこんな感じの直径 40mm 程度のコイン型をしてます。で表面にあるのが E インクディスプレイ、いわゆる電子書籍リーダーとかに使われる電子ペーパーですね。この電子ペーパー、液晶とか有機 EL と違って表示中に電力を消費しないんで、すごくこういう省電力の端末向けなんですよね。この E インクディスプレイの表示内容の変更の仕方はアプリから行えます。こういったプリセットの壁紙がいっぱい用意されてます。すごく機能的なこの数字だけとか記号だけっていうのも用意されてますね。マイクをいっぱい使う場合、これで識別できて便利そうです。そしてオリジナルの壁紙を作りたいときはスマートフォンのアルバムから画像を選択して作ることができます。例えばこの画像を選びました。この位置についてはこうやって調整することができます。で次へ押すとこの画面の濃度の設定になります。この E インクディスプレイ6色しかないんできめ細やかな色表現ができないんですよね。なのでこの下のバーを左右にスワイプしてやって程よい感じに表現できるところを探します。こんな感じでちょうど良さそうですね。ちなみにこれはナチュラルっていうこういう絵に向いた表現で、もっと輪郭がはっきりした場合はこのソリッドっていう方を選ぶと輪郭が強調された絵柄になります。好きな方を選べます。でナチュラルにして確定で壁紙として設定します。この E インクディスプレイ更新が結構遅いんですよね。なのでしばらく反映されるまで時間はかかります。で終わりました。これでオリジナルの壁紙になりました。撮影中によく目につくこういうワイヤレスマイクの壁紙でいろんな表現ができるっていう遊び心、すごくユニークで面白いと思います。でマイク自体はこのてっぺんの部分とそしてこの左右3つのマイクが内蔵されてます。この3つのマイクモジュールを連携させることでマイクに指向性を持たせて特定の方向の音声だけを拾うこともできます。
ボタンについては電源ボタンと録音ボタン、この録音ボタンを押すとこのマイクの中のメモリーに音声を録音するようになってます。そしてその間には USB Type-C ポートがあって、パソコンと接続してこの内部に録音されたデータを抜き出したりとか充電を行うことが可能となっています。こういう小型の製品ってインターフェースが専用の充電ケーブルとか充電台座が必要な場合が多いんですけど、Type-C ケーブルを接続できるっていうのは使い勝手の点で大きなプラスだと思います。で、背面はこんな感じになってますけど、まずこの状態だとマグネットにくっつくんで、シャツとかに挟んで撮影することができます。またはここの溝にスライドさせてクリップを装着することでシャツの襟に挟んだりすることもできます。もちろんこのクリップの幅はカメラのコールドシューの寸法に合わせてあるんで、こういったデジタルカメラのコールドシューに差し込んで使うこともできます。そして受信機の方はこのような形になってます。こちらも USB Type-C 端子が搭載されてて、現在ワイヤレスマイクの音声を拾っている様子がモニタリングされてます。さらにタッチ操作にも対応していて、スワイプしたりとか、あるいはこのダイヤル操作で各種設定を行うことができます。で、次にマイクの機能について、この製品ワイヤレスマイクとして必要な機能がたくさん盛り込まれています。まずは3マイクアレイを利用した指向性マイクへの切り替え機能です。マイクプロには上面と左右側面3つのマイクが設置されてまして、これらを連携させることで周囲から均一に音声を録音することもできれば、この前方に集中して指向性を持たせて録音することも可能です。またカメラを持ちながらのインタビューのように前方と後方にフォーカスするということも可能になってます。またノイズキャンセリング機能も充実してます。このマイクの中には AI プロセッサーが入ってまして、環境音のノイズを減らしながら人の話し声だけ際立たせるようなノイズキャンセリングができます。また音量についても自動で調整して音割れしたりとか小さすぎたりしないように受信機に伝送できるような仕組みになってます。さらにこのワイヤレスマイク、ワイヤレスで音声を送るだけじゃなくって内部に 32GB のメモリーを内蔵してます。ワイヤレスで音声を送りながら内部にも保存することができるんで、例えば外部からの強い電磁ノイズで音が切れてしまった時とか、離れすぎて接続が切れてしまった時もここから音声データを抜き出すことができます。では接続方法について説明していきます。まずワイヤレスマイクの接続方法としてスタンダードなのがオーディオケーブルによる接続です。このケーブルをジャックに接続してデジタルカメラとかのこの音声入力用の端子、ここに接続してやることで外部マイクとして認識されます。受信機はコールドシューに固定しておくことが可能です。音声をちゃんと拾えてるかチェックしながら撮影が行えます。ちなみにこの受信機の上の部分にもコールドシューがついてるんで、ここにマイクを取り付けてやることで、あたかもショットガンマイクのように使用することができます。で、次にスマートフォンとの接続です。スマートフォンとの接続時にはこの底面のプレートを外してここに付属のこの Type-C のアダプターを接続してやります。で、これをスマートフォンの USB Type-C ポートに接続してやると外部マイクとして認識されます。録画ボタンを押すと USB マイクで録音していますって出ます。機種によっても違うと思うんですけど、これだけで外部マイクとして使用することができます。最近撮影とか配信をスマートフォンでやるケースも多いと思います。そんな時にケーブルとかいっぱい持ち運ばなくていいし、非常に使い勝手が良さそうです。そして最後にインスタ360のカメラとのダイレクト接続もできます。ダイレクト接続ではこの受信機、レシーバーは不要になります。なので充電ケースに戻します。ちなみに先ほどの USB Type-C アダプターつけたまま充電できるようになってます。今回は例としてインスタ360 Go Ultra にペアリングしてみます。設定画面を開いてアクセサリーの Bluetooth アクセサリーを追加。この状態でマイクの電源ボタンを3回クリックするとペアリングモードに入ります。出てきましたね。タップすると接続されます。
たったこれだけです。マイクが接続された状態だと、この画面の上に音声レベルが表示されます。ちなみにこれはカメラ自体を再起動すると、こんな感じに自動で再接続されます。はい、ということで、このインスタ360マイクプロのテストのために外に出てきました。こういうワイヤレスマイクが役立つ場面っていろいろあるんですけど、その一つがカメラを三脚とかに固定して撮るとき、あるいは誰かに撮ってもらうときなど、この話者とカメラとの間の距離が離れてるときです。今これを撮影しているカメラはインスタ360の X5 360度カメラで、比較的今顔の近くにあるんで、カメラ内蔵のマイクでも音声は綺麗に拾えてると思います。ただこの状態から自撮り棒を伸ばして体から離してやると、カメラ内蔵のマイクだと一気に音声を拾いにくくなると思います。そこでインスタ360マイクプロのようなワイヤレスマイクを使うことで、カメラと話者との間の距離が離れていてもクリアに音声を拾うことが可能となります。しかもこのインスタ360マイクプロの場合は通常のワイヤレスマイクと違っていろんな機能がついてます。例えばノイズキャンセリング、風の音とか周囲のノイズをかき消して声だけ強調する機能がついてますし、他にこのマイクの内部に32ビットフロート録音といって、より広い音声の大きさのレンジで録音することができるようになってます。録音した後から声が大きすぎて割れてたとか小さすぎて聞こえないといった時に、この内部のデータを抜き出して調整してやることである程度聞ける音声にすることが可能です。ちなみにカメラに伝送する場合は自動で音量調整できるようになってます。なので小声で話す場合も大声で話す場合も、小さい声は聞き取りやすく大きい声は割れないように自動調整してくれます。では自転車乗りがライド動画撮影するときに最も気になるであろう風切り音体制をチェックするためにノイズキャンセリングの設定を変えながら走っていこうと思います。なおこういったマイクの設定はインスタ 360X5 やインスタ 360Go ウルトラといったこのカメラ側のマイクの設定画面から行うことができるようになってます。はい、じゃあマイクのノイズキャンセリングのテストをしていこうと思います。時速30キロ程度で走りながら話して風切り音ノイズとかロードノイズと声の具合を確かめて比較していただければと思います。まずはウィンドマフモフモフなしでノイズキャンセリングオフの状態からです。モフモフなしノイズキャンセリングオフ、モフモフなしノイズキャンセリングオフの状態がこんな感じです。はい、次にこのマイクプロにウィンドマフモフモフをつけてテストしたいと思います。こうやってウィンドマフをつけることで風切り音を物理的に低減することができます。はい、ということでモフモフなしノイズキャンセリングオフモフモフなしノイズキャンセリングオフモフモフなしでの具合はこんな感じです。いかがでしょうか。続いてノイズキャンセリングをオンにしました。弱と強2段階あるうちのまずは弱からです。モフモフは外しました。ノイズキャンセリング弱モフモフなしノイズキャンセリング弱モフモフなしです。音声の具合とかノイズの具合はいかがでしょうか。ノイズキャンセリング弱でモフモフなしです。はい、さらにノイズキャンセリング弱モフモフありの場合、ノイズキャンセリング弱でモフモフありの場合はこんな感じです。音声の具合はどうでしょうか。音声の具合はどうでしょうか。はい、ノイズキャンセリング強の場合です。マイクプロ内蔵の AI プロセッサで背景ノイズを強力に除去して音声を際立たせます。ウィンドマフは外してます。ノイズキャンセリング強モフモフなしノイズキャンセリング強モフモフなしです。音声の具合ノイズの具合どうでしょうか。ノイズキャンセリング強モフモフなし音声とノイズの具合はどうでしょうか。でさらにノイズキャンセリング強でウィンドマフモフモフを装着しました。最もノイズに強い組み合わせと設定です。
ノイズキャンセリング強、もふもふあり。ノイズキャンセリング強、もふもふあり。音声の具合、ノイズの具合、いかがでしょうか。ノイズキャンセリング強、もふもふありです。今、だいたい時速が30キロちょっと出ていますけど、耳には割とゴーゴー風が聞こえてきますけど、音声ノイズの具合どうでしょうか。結構ね、ライド動画を撮るときに、この風切り音を拾ってしまうと、だいぶ耳障りなんですよね。なので、このマイクプロを使うことで、360度カメラとか使いながらでも、クリアに音声を収録できたら、かなりね、動画のクオリティが上がるし、見やすい動画になると思います。はい。ではここからはカメラを今撮影しているインスタ 360X5 からこちらのインスタ 360Go ウルトラに切り替えてテストしていきたいと思います。このマイクプロは今インスタ 360X5 にペアリングされているんですが、今度はこれをこちらの Go ウルトラに切り替えて再ペアリングしてやります。今カメラの上にマイクを置いてるんですが、私の声以外に周りを走る車の音とかも入ってると思います。ノイズキャンセリング今日もオンにしました。この状態ですと周囲の環境ノイズを強力に除去しながら音声を収録することができます。今横大型バイクの集団が一斉に走っていきましたけど、音声の具合どうでしょうか。はい。ではこのインスタ360マイクプロとこのカメラインスタ 360Go ウルトラをどれぐらい離しても音声拾えるかテストしたいと思います。今だいたいカメラとの距離が 1.5 メーターぐらいです。ここから徐々に離れながら音声が途切れるポイントを調べていきたいと思います。これでだいたい5メーターぐらいですかね。多分まだまだ音声は綺麗に入ってると思います。さらに離れていきます。今だいたいね20メーターぐらい離れたのかなって状態です。音声の通り具合は周囲の障害物とか見通しの良さに影響されます。今ここは開けた場所で周りに電波を邪魔するようなものもないんで結構遠くまで届くんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうか。はい、だいたいね電柱3本分離れました。ここで50メーターはないですけど、30メーターは超えてるかなって距離かなと思います。さらに下がっていこうと思います。もうね肉眼だとカメラがほとんど見えない距離になりました。これでね今50メーターぐらい離れてるように見えるんですけど、どうでしょうね。せっかくなんでこの小屋のとこまで行ってみます。音声の具合はどうでしょうか。音声はクリアに入ってるでしょうか。はい、小屋のとこまで来ました。カメラで映ってますかね。多分ねこの広角のレンズだとだいぶ小さく映ってるんじゃないかと思います。で今横原付が通ってそっちのカメラの方に向かってます。これぐらい離れてます。この状態で音声が入ってはい、カメラの近くまで戻ってきました。音声の具合どうだったでしょうか。こういうねインスタ360のカメラと直接ペアリングする場合はだいたい30から50メーターとされてるんですが、このマイクプロ付属の受信機これを使うと最大400メーターまで音声を飛ばすことができるみたいです。なのでノイズが多い環境とか特に遠くから撮影する場合、そういう時はマイクプロ付属の受信機を使うとよりクリアな音声を離れていても録音できると思います。はい、家に帰ってきました。このインスタ360マイクプロ、他にも便利な機能がいろいろあるんで、ここからはミラーレスカメラにマイクを取り付けてテストしていきたいと思います。このマイクプロ、マイクが上面と左右側面3箇所ついてるんですけど、これらの音声信号を組み合わせることで指向性を持たした集音ができるようになってます。現在インスタ360マイクプロは無指向性モード、周囲の音を均一に録音するモードになってます。
この状態で横のパソコンで動画を再生してみましょう。パソコンのスピーカーからの音も入ってきて、私の声に被ってると思います。話し声なんかも入ってくると少し聞き取りづらいんじゃないかなと思います。ここで指向性モードをオンにしてみます。単一指向性モード、前方を集中して音を録音するモードをオンにしてみました。声の聞き具合どうでしょうか。このインスタ360の、最後に来たのは深センのど真ん中。最後に来たのは深センのど真ん中。さらにボイスフォーカスモード、AI を利用して指向性プラス人の声だけをクリアに抽出するモードにしてみました。声の聞こえ具合どうでしょう。変わりましたかね。はい、このようにこのインスタ360マイクプロ1台でピンマイクとしても指向性のあるガンマイクとしても使えます。撮影するときに複数のマイク持っていかずに1台で対応できるっていうのはすごく便利かなと思います。はい、ということで今回はインスタ360マイクプロをレビューしてきました。指向性設定や強力なノイズキャンセリング、内部録音、そしてインスタ360のカメラとのダイレクト接続など欲しい機能は全て揃っている製品でした。その上でこのマイク本体のコンパクトなサイズ、そしてこの充電ケースの作りの良さ、また付属のポーチに至るまでとにかくね使い勝手が良くってプロダクトとしての完成度の高さを感じる製品でした。その上で編集可能な E インクディスプレイを備えるっていう遊び心まで備わってました。インスタ360の製品って使っててすごく楽しいですし、なんか私にちょっとだけ先の未来を見せてくれるんですよね。5、6年前から気になる新製品が出ると買ってたインスタ360ファンなんですけど、この製品を使ってさらにこのブランドが好きになりました。Vlog 撮影から映像制作まで使えるインスタ360マイクプロ、この動画が参考になったら嬉しいです。それでは本日のレビューはここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。